Hello，大家，等一下啦，春虎同学第2集。上一集我们看到，因为自己同性恋这个性倾向，而在男校里遭到排挤，长期遭到奚落的学长阿翠，遇到了一个阳光帅气、疯狂追求他的室友学弟春虎。今天就让我们来看看这个极致反差的组合，又会碰撞出什么样的化学反应。お願いします，先輩。学弟，我觉得你看起来很急着要把他扑倒了。恥ずかしがるスイ先輩。ツボみたいです。あ、間違えました。つい勢いで。签到一半想跑，只剩阿翠一个人在风中凌乱。他也不相信这是现实，睡不着。おはようございます先輩。じゃあ。お。夢？いや近いよな。スイ先輩。春虎也是怕你尴尬吧，所以一直假装没事发生。先輩。掃除しておきました。きっと雰囲気に流されちゃったんだね。ハルトラ全然いつも通りだし。スイ先輩。風呂入りましたか？到了晚上的春虎要变猛兽了。ごめん。逆にラッキーです。あ、間違えました。そうだ、先輩。大浴場行かないんですか？気使うじゃん。ゲーバレしてるし。だったら部屋に浴槽置きませんか？这什么烂提议？露天風呂とか。はい。简单来说，你想跟学长坦诚相见呐？ハルトラのそういうとこすっごく魅力的だと思う。什么魅力啦？他就想吃你豆腐啦。真面目で優しくてちょっとずれてるとこ。イエーイ！あ、ハルトラそろそろ休憩しちゃう。はい。总之又恢复到以前的相处模式了，是吧？すいません。向こうの人呼んでもらってもいいですか？一看就知道怎么回事，心里不是滋味。あの子たちがハルトラと話したいって。哎呀，なんでですか？对呀，为什么要把我介绍给其他女生？你明明知道我喜欢你。先輩にそういうこと言われるの悲しいです。这真的是小受幻想，我幻想的很极致哎。ごめん。それはちょっと。今のはどういう意味？没错，阿翠，你就是要有信心。有人为了你拒绝其他美少女。スイ、大ちゃん。さっきスイが後輩と抱き合ってんの見たんだけど。居然被看到了。前あったじゃん、スイをその気にさせてからかうみたいなの。哦，这个其实是关心他的耶。只不过你们是不是不要站这样子聊比较好？何？本気にした？なわけないじゃん。誰も俺なんか好きになんてならないし。ハルトラはそんな子じゃない。そんなことしないの。ああ、ごめん、そうだよね。俺がよろけたから支えてくれただけ。そっか。我怎么觉得他其实在阿翠身边守护他很久的？今度の日曜、よかったらここ行きませんか？足湯なんですけど、景色がすごい綺麗なんです。总之是要跟他一起泡到这个澡就对了。ハルトラ調べてくれたの？一応スイが勘違いしないように気をつけた方がいいと思って。虽然他心里很想相信春虎，但是还是忍不住怀疑。ごめん。やっぱやめとく。俺またなんかずれたこと。来週テストだから。哎呀，每当这样子的镜头出现，两个人这样子被分隔在布幕的两边，看来心酸酸的哈。明明都对彼此有意思，可是一个怕学长负担，
一个怕自己受伤。本来心里还有一点澎湃的，被这个画面给弄到笑出来了。所以大ちゃん你不要观察这么入微。あっち行こうぜ。誰もいねえから。手伝ってやるよ。嫌って顔してねえじゃん。Oh my god！ 阿翠又是那种拒绝不了人的。スイ先輩に失礼なことしないでください。冗談だよ冗談。冗談。我还想说你是不是在阿翠身边守护他很久了，原来图谋不轨。大丈夫ですか？全然平気だからはいでも新しい扉開けたかも強引にされるのもいいかなって不愿意就说不愿意，不要这样子。わかりました。经过你这番话，春虎要对你强势。你看看你，你虽然心里是喜欢春虎的，但是也不希望他这样吧？先輩こういうの求めてるんですよね。やめてよ就每个都不诚实嘛。だったらあいつにも言ってくださいよ。嫌なことは嫌だと。哇，春虎，你看看你，すいません。对嘛？你也冲动了，伤害人心爱的阿翠学长。となんかだからこんなことしないでついとか勢いとかだけでこともう惨めな思いはたくさんなの好好沟通就可以解决的事情，非要搞到这个样子。我是不是过了看这种作品的年纪，也一直在吐槽？也许再年轻个几岁，我会觉得啊，这个戏。疲れたから交代で你会打篮球吗？走步了，被人盖掉，果然不会打篮球，根本融入不了这个属于男孩子的世界。だったらあいつにも言ってくださいよ。こっち哦，你也要盖他火锅吗？哦，抢球了，得分。マジかよ至少为了喜欢的学弟，不可以再这么懦弱了。あれトラごめんなさい。嗯，俺自分でも自分の気持ちがずっと分からなくて、でもやっと気づいたんです。好きです。だからあんなことを。すいません。对啊，这也不是理由。先輩傷つけてしまって。本当に俺の恋人にもちろんです。你知道我很高兴，就是交往的邀请是学长先问的。落ち着く春虎の音虽然他现在可能也没有办法一口气就长出自信吧，但是一步一步慢慢来，至少他现在愿意相信有人是真心喜欢自己的了。还以为在上一集结束的那个吻啊，他们两个就顺顺利利的以超快的进度在一起了呀，结果并没有，两个人又纠结了一段时间，拉扯了一段时间。春虎担心自己对学长造成太大的压力，所以一直在装作若无其事，一直在假装与平时无异的跟他相处。
而阿翠的问题就更大了，她不相信真的有一个这么好的学弟会喜欢自己呀，一直觉得这是不是梦？怎么可能会有人真心喜欢我？结果还是在那位骚扰助攻之下，两个人才终于又突破了那种礼貌的疏离。只不过这个突破的方式也有点粗暴哈。春虎为了让学长知道不喜欢的事情应该要明确的拒绝，用了一个有点激烈的方式。但是在他这么做之后，立刻就后悔了，是他伤害到学长了。人跟人之间的感情是很复杂的。阿翠她可以喜欢春虎，但与此同时，她也可以厌恶春虎对她做的事情。所以那位同学也是啦，看起来他其实还是在乎阿翠的，内心里是关心她的。可能在阿翠没有朋友的时候，他可能也是阿翠身边少数可以讲心里话的人。如果那一位也愿意承认自己的错误，并且道歉，那我可以接受他们两个继续做朋友，我可以理解阿翠原谅他。最重要的是，阿翠还是要赶紧坚强起来，不仅仅是为了自己，也是为了你心爱的春虎，不是吗？行了，这一集就看到这边，我们下次见，拜拜。